こんにちは、アパカバー。この動画では COVID-19 パンデミックの時に香港に訪ねた彼女の経験を共有したいと思います。手順がかなり長いですが、すべてが担当役員によって専門的に処理されていることが分かりました。すべての試験施設が政府から資金提供を受けていると聞いてびっくりしましたが、インドネシアで比べて卒試験を受けるために200万ルピア以上を支払う必要があります。完全な手順を確認してみましょう。COVID-19 パンデミック以来、香港を訪問するすべての人は、香港 ID を持っているか、香港ビザを持っている必要があります。搭乗手続きカウンターで地上スタッフからオンラインフォームに記入するウェブサイトへ案内されます。このウェブサイトからバーコードが提供されます。このバーコードは入国審査官に表示する必要があります。スクリーンショットが撮ることを忘れないでください。到着したら移民局に行き、すでにスクリーンショットを撮ったバーコードを提示する必要があります。無料が提供されます。Android など iPhone に Stay at Home アプリケーションをダウンロードする必要があります。その後、アプリケーションの指示に従い、ブレスセットのバーコードをスキャンします。このブレスセットを取り外すと、25,000香港ドルの罰金が課されます。荷物コンベヤーでチェックインした荷物を受け取ります。その後、バス停の距離がかなり遠いため、トイレに行くことをお勧めします。その後、バス停に案内されます。バス停の距離がかなり遠いです。大きな荷物を持っている人のために、バスには荷物を保管するための特別なコンパートメントがあります。このバスの行き先はエイジアエクスポです。エイジアエクスポは近くで、乗車時間は約10分です。エイジアエクスポの荷物置き場で最初に立ち寄ります。この後10時間以上待つ必要があります。食べ物とパワーバンクとその他すべてを必ず持参してください。それらを含む荷物はここに保管しないでください。その後、バスに戻り、エイジアエクスポに移動してコロナ検査を行います。到着したら、急に入れてツバテスト用なスターターキット機器を入手する必要があります。スターターキットを入手したら、座って唾液を取る手順の動画を観察してください。唾を寄付する準備ができたら、ブースに行って唾液をサンプルを入手してください。唾液サンプルを取り所定の場所に置き、ブス官に渡します。その後、手を洗ってから待合室に行きます。待合室に行き、結果が出るのを待つ。座るところに従い、別の椅子に移動しないでください。チキンレストサンドイッチと飲み物とスナックなどが与えられます。正直に言うと、与えた食べ物が10時間以上に腹を満足させることができないので、インドネシアから食べ物とスナックも持参してください。クルッタになっていない場合、10時間待機した後、結果を習得するために呼び出されます。コロナを感染される場合は病院に運ばれ治療を受けます。
コロナを感染されない場合は、あなたは家に帰ることができ、ここに荷物タグを手渡すことができ、それらはあなたが保管した荷物を与えられるでしょう。その後、家に帰って14日間の独立検疫を行うことが必要です。知っていますか？香港は世界で5番目に人口密度の高い国であり、この国の人口密度は1キロ平方あたり6700人です。ジャカルタと比べては4300人の人口密度を持つ。50% 密度がより高くです。コロナの影響を受けた最も早い国の一つです。香港でコロナ最小の症例は1月23日登録されました。インドネシアで比べてコロナ最小の症例は3月2日登録されました。この国はどのようにしてコロナに勝つことができますか？今日の時点でコロナの感染数は1000件程度しか発生しておらず、1日あたり約3以下件のケースが発生しています。私の考えでは、香港はこの4つの理由でコロナに勝っています。1、すべての人に政府から資金を提供しての PCR 検査を実施するできます。テストを自宅まで届けることができるため、病院にいて行列で待って必要はありません。一方、インドネシアではラピドテストは約40万から100万ルピアまで、PCR 検査では200万ルピア以上支払わなければなりません。2、香港に入国したばかりの人は PCR 検査を2回受ける必要があります。空港での PCR 検査と独立検疫の12日目の PCR 検査。3、独立した検疫には常に身につけなければならない腕輪テクノロジーが実装されています。ある日、彼女が腕輪を外したから数時間後、警官から携帯電話の Bluetooth がオフになっているかどうかを尋ねる電話が受けた。今、それをオンにしてくださいを指示した。正直に言うと、それがどのような機能するか理解していませんが、25,000香港ドル罰金もあるし、私の考えでは、そこに検疫立法に違反することをあえてする人はほとんどいない。4、政府も香港のアパートメントの受付係を協力しているようです。どの住民が独立検疫するについて彼らは知らされていると思います。ある日、彼女がクラブハウスに行きたがっているので、彼女はロビーの受付係からすみませんが、あなたはまだ検疫をすること必要ですねと尋ねられました。彼女の25,000香港ドルはこの場で危険にさらされていました。この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入った場合は、この動画にいいね、このチャンネルも登録して、香港に行きたい友達をシェアしてお願いします。インドネシアでの COVID-19 の問題がすぐに解放するように祈っています。このビデオを見る人たちのために、あなたたちとあなたの大家族がいつも健康になるように祈っています。バイバイ。